私は AOS の世界から来たストームキャストエターナル、訳あって 4PK の世界に来た戦士で、今はセカンドライフを素直に楽しんでいる。そしてこの世界も戦争地獄による暗黒銀河が続いているため、対戦世界の私にも居場所はあったわけだ。別世界のことを AOS と呼称するとして、君の話を聞いていたわけだが。この人は境界観、広い心で敵であった私を戦団に招いてくれた恩人である。ごめん。我々の常識と違いすぎて全然世界観が入ってこないんだ。別世界だからな、思想も文化も物理的な土地観から時代まで全て違うんだ。仕方ない。いや外国同士のカルチャーショックとは比べ物にならなすぎる。仮に我々 4PK の世界から AOS に赴いたとしても、同じ混乱が起きてしまうに違いない。ふむ。私は新たな世界とシグマーの支配から抜け出たため、この世界を楽しんでるが。もうその言葉だけで割と突っ込みたくなるほど理解が追いつかないんだ。君は戦団直属のサイカーとして徹してるが、囲ってる我々も不明となるとかばう言い訳も限られてしまう。世話になってる相手に気を使わせ続けるのは心苦しいな。わかった。貴様らの文明も学ばせてもらったし、ここは一つ、私が一肌脱いで解説しようではないか。よろしくお願いします。一言で言えば、我々の世界はお前たちで言うところ、古代の神話だ。ギリシャ神話や北欧神話、といったものかな。ああ、星と宇宙の概念を知らぬ時代、人々が描いた果てまで続く土地。空の上には神の世界があり、人々を脅かす者もまた、別の世界にいる。なるほど。ファンタジーではなく、神話と。そっちの方がわかりやすいだろう。何せファンタジーといえば超自然的、幻想的、空想的な事象など、もはや幅広すぎるテーマに用いるジャンルとなっているだろ。となれば我々の世界も。私から見れば壮大なファンタジー世界だ。少し疑念が晴れたよ。創造的とも言える人知を超えた世界を、ただただファンタジーと形容したから混乱していた。ああ、お前たちの文明で近いジャンルは神話だよ。となると、君らの世界は惑星や宇宙がないと考えていいのかな？どういうことだ？ああ、すまない。我々の言う世界は銀河と呼ぶ空気も光もない世界に、恒星と呼ばれる光を放つ巨大な球体や、人が住むに適した巨大な球体がある。これらが星と呼ばれ、人が住む星を惑星と呼んでいる。ふむ、それで？古代人の神話は天文学が怪しい時期に作られた創造物と言われているからか。宇宙の概念がなく、世界は平らで果てしなく続く大地の先には滝があり、その奥は無か、別の世界と呼ばれていた。古代人の無双する神話を舞台とするなら、我々の世界をなす惑星や宇宙があるのかと尋ねたんだ。まずこれを見てくれ。これは、君らの世界かな？そうだ、我々には8つの世界、領域と呼ばれるものが観測されてる。領域が8つ？すまない。私には惑星が8つ並んでるように見えるのだが。1つ、これは惑星でなくレルムスフィアである。2つ、これは天体図でなく領域関係を示した図である。3つ、領域は宇宙ではなくエーテルの虚空に浮かんで。ごめん、全然わかんない。そうだろう、私もこの世界に来て混乱したからな。予想以上に頭を空っぽにした方が良さそうだ。一つずつアウトプットした方が良さそうだな。そうだね。まず、この球体、レルムスフィアが君たちの言う領域でいいのかな？そうだ。我々の知る惑星との違いはあるかな？さっきお前が言ったように、世界がどこまでも続いている。果てに行けば滝があり、先は無になるのかな？無ではない。だが一生歩いても果てつけぬほど広大だ。待て待て、それは無限に近い。生物がいくら増え続けても争うことないだろう。レルムスフィアは魔力が結晶化して生まれた、ほぼ平らな大地が広がっている。ある先に行けば領域を構成する魔力が高まり、人ほど弱いものなら耐えれなくなる。火の領域薬種位の果てでは、人間が突然炎や灰になり、金属の領域シャモンの果てでは、体が高価の山に変わり、獣の領域ガウルでは、山や大地そのものが生物のように争う。中心と言ったが、惑星でいう核の部分ということなのかな？レルムスフィアは球体だが、内部は平らな世界だ。なので中心とは地図の真ん中の地となる。バカな。重力や遠心力はどう働いてる？それはこの世界で初めて聞いたからな。おそらく我々の世界と概念が違うんだろう。確かに、球体として観測されるが、重力によって丸くなったわけではないようだしね。この世界の惑星は端的に言えば岩の塊だろうが、レルムスフィアは魔力の塊、魔法が土地や空、生態系や自然法則の土台になっている。魔力にて成り立つ世界。まさに神話世界だね。だから言っただろう？
こっちの世界の現実より神話に近いと。さっきから気になってたのだが、魔力というのは我々の世界のワープで、魔法というのはサイキックかな？違うが非常によく似ているな。まず違いは、AOS 世界そのものが魔力によって構成されている。そのためこの 40K 世界のように、非現実の精神世界のワープからエネルギーを現実に持ってくるのでなく、現実にありふれている魔力をリソースに魔法が使える。おいおいおい、それ我々の世界だと混沌に飲み込まれて地獄と化すんだが。だから、混沌の世界からエネルギーを持ち出すように使うんじゃない、と言ってるだろ。40K のサイカーは、悪魔だらけの深海へ脳から直接ケーブルを伸ばし、電力を吸い上げているようなものだ。そのため失敗すれば、肉体の崩壊、精神汚染、突然変異、悪魔つき、ワープへの裂け目の発生などが起こる。対して AOS の一般的な魔術師は、お前たちのサイカーのように混沌の領域へ精神を直結するわけではない。その世界にはびこる魔力を使用して権限するのだ。魔力にて生まれた世界ゆえに、魔法が当たり前にあるなんて、本当にファンタジーだな。リスクもあるぞ。強大な魔法が術者の制御を離れ、半ば自立した魔法現象として暴れ回ることもある。失敗リスクは同じってわけだが、種類が全く違うものなんだな。使える魔法もお前らのサイキックと似てるものも多いな。炎や雷を放ち、未来予知に独身術、精神攻撃瞬間移動、肉体強化、治癒、幻覚、霊悪召喚。ああ、こっちの世界にも同じものがあるね。どこか似ているがファンタジーとしての種類が大きく違う、そんな世界だな。悪いが、私はまだまだついていける気がしないよ。まだ気になるところがあるのか？ああ、キリがないほどあるが、根本的に。どうしてそんな世界なんだ？もともとこの世界の惑星一つが、混沌に完全に飲み込まれたのが始まりと言われてる。おい、それは、どういうことだ？我々の世界ももともと惑星世界だったそうでな。だが、混沌の勢力が、長年続く争いの覇者になった。連中は精神世界の怪物だぞ。形など跡形も残るわけないだろう。ああ、そのせいでありし世界。オールドワールドの惑星は砕けて消滅した。だが、惑星の核は残っており、漂流し、それにしがみついたシグマーが。待て待て、その時の惑星の核とやらは我々の知る宇宙を漂流していたというのか？いや、多分違う。AOS 世界でいう宇宙、すなわちエーテルの虚空といったところだろう。つまり、混沌に飲み込まれたか、あるいはその後の事象化によって、そもそも存在していた宇宙とは違う別空間、別世界に至ったと考えればいいのか？自信はないが、文献や伝承を見聞きした感じだと、40K とは違う宇宙、虚空に思えたな。で、そのしがみついていたというシグマーとやらは？シグマー、ヘルデンハンマーは、帝国を建国した古代の人間だ。晩年に帝位を退き、東方へ旅立って消息を絶ち、その後は帝国民から神として崇拝されていたそうだ。シグマーはすでに生前から、バラバラだった人間諸部族を統一した。おい、それは。ああ。どこの世界も、同じだな。シグマーは、多くの大軍を破った。シグマーは、混沌の、英豪に選ばれし者、モルカールを倒した。後に死の神となる大ネクロマンサー、ナガッシュをも打ち倒した。そして人類帝国を建国した。それゆえ、民からは神格化されている。時間がありすぎるな。そしてついに、戦神ウルリックがひざまずくシグマーの頭へ黄金の冠を乗せ、神々の一員として迎えた。と、ある修道士の原始により伝えられている。その、神とやらになる条件は何なのだ？さあな、人間離れした活躍と、人々の過剰な信仰なんじゃないか？そのシグマーは、今どこに？我々の神として、人類を率いて戦ってる。そうか。私の弟子が、どんな思いだったか少し分かった気がするよ。すまない、もう頭がいっぱいだ。少し、整理する時間をいただくよ。そうか、また聞きたくなったら相手するぞ。私はこの世界で楽しめそうだからな。ははは。
随分消耗してるな。とても嫌な話を聞いてね。どんな？向こうの世界の帝国を建造した方がね、皇帝陛下にそっくりなことをしでかしたらしく、今は本物の神として人類を戦わせてるらしい。嫌な話だろ？この世界の帝国民の前に皇帝陛下が現れているわけだ。お前たちの信仰のおかげで舞い戻った。さあ戦いを続けるぞ。ってね。嫌がる意味がわからん。帝国の望む夢だろう。我々と同じように終わらぬ闘争の中で身を焼き、大きなものへ捧げ、異端の脅威に信仰にて立ち向かう。ああ、だからこそこの神話は帝国にとって最高の競技を進めるファンタジーになるだろう。真実である証拠はあるのか？そんなもの必要ない。根拠も証拠もないが、この話にはそれ以上に帝国民を引きつける魅力に溢れてる。皇帝により築かれた人類という善玉、オーク、エルフ、ビーストマン、ディーモン、その他この世界と被るあらゆる種族。何が面白いって、一度は混沌に負けた世界が、神話として蘇りまた継続しているってところだ。なるほど、それなら魂を捧げた戦死者はバルハラにてまた戦い直すことだってできるだろうさ。となれば帝国競技はますます命を投げ打ち戦い続けるだろう。だが、大気絶が広がったこの世界では、悪魔たちも利用するだろうな。上にはどうする？もう少し聞く。今の情報では中途半端だからね。そうか。かつてマナ弟子は、向こうの世界で気が遠くなるほど戦い続けたらしい。こっちの世界を救えると信じて戦っていたと聞くが、それほどこの世界に希望を持っていたのか。ふふ。羨ましくもあるよ。かつてジギスムントは、人類に安息はないと永遠に戦うと誓ったそうだ。それは、世界が滅び、新たな地獄が始まろうと。無ではない。だが一生歩いても果てつけにほど広大だ。ある先に行けば領域を構成する魔力が高まり、人ほど弱いものなら耐えれなくなる。ここなんざ、まだまだ世界の中心なんだろう。